ごい加速力。ありがとうございます。どうも。車に対して人格を感じたり、これがまさにレースに学びましょうって。ぱっかり。ありがとうございます。トヨタイムズの富川優太です。車はですね、まず企画から始まってデザインができます。その後に設計されます。でその後に試作車ができて、ようやく何度も何度もテストを繰り返すわけですね。で改良を重ねていって、ようやく1台の車が出来上がるんです。で私がトヨタに入って一番驚いたのは、その後皆さんに車が届いた後も、もっといい車を作りたいんだ、作ろうよということで挑戦をし続けているところなんですね。そんな車作りの現場を取材しました。キーワードは壊してくれてありがとう。筑波サーキットにやってきました。もっといい車作り、それを私体験取材してまいります。私が乗り込んだのはこちら GRM エネアリス。価格は730万円からで500台の限定販売。それでも1万人以上が応募し、即完売となった話題の車です。プロのドライバーの助手席に乗って体験してまいります。行ってまいります。いろんな今後の開発に向けてセンサーがすごいついてるんで、この車。なんか見たことない装置がいっぱいついてますね。すごい加速力。市販車とは思えないこのスピードと迫力です。おお、すごい。乗っててどういうところに気をつけるんですか？いろいろ感じ取りながら、なんかセンサーを研ぎ澄ませて、あとはまあ普段僕がやらないような走り方とかもいろいろ試して。市販車でそんな飛ばすことないじゃないですか。はでもそこまで追求するんですね。そうですね。まあ実際サーキットで全開走行したら当然その良さも分かってもらえると思うんですけど、はい。やっぱこうやってサーキットでその突き詰めて作った車が、やっぱ一般道乗ってても乗り心地も良かったりするし、満足することなく、常にもっともっと良くしていこうよってことで、まあ課題がずっと出てくるので。売り始めても開発を続けるってすごいですね。本当今まで全くやってなかったですからね。本当に変わったなと思います、トヨタが。ドライバーが走り終えると感じたことなどを細かく聞き取ります。なんかコーナーの中でアクセル踏んでたところでのなんかこうダイレクト感がより出てて、そこはちょっとコントロールしやすいです。いいですね。なるほど。ありがとうございます。そして車内に無数に取り付けられたセンサーのデータも細かくチェック。でもすでに完売している車をどうして改善し続けているんでしょうか。次に出てくる車にさらにいいものをどんどん投入して、よくレベルを常に上げ続けるっていうのもそうですし、今の GR はその売って終わりじゃなくて、買ってもらったお客さんにどんどんアップデートパーツだったり、良くなったものはどんどんお客さんに提供できるようにっていうことで今やってるので、もう終わりはなくずっとやり続けてる。プロのドライバーが開発に携わる意味っていうのはどうか。やっぱ限界領域をやっぱ試しながらそこで開発していかないとダメだと思ってて、やっぱね、お客さんの中にもものすごいスキル持ってる人もいますし、当然競技で使う人たちもいるので、やっぱそういったところをしっかりともうトヨタの中で把握した上で車を作って、そこから街乗りだったり、そこをカバーできるようになるっていうのはすごく大事なことだと思うので、その辺では貢献できてるんじゃないかなと思います。でもレースで全国世界飛び回ってね、こういう開発までやってたらスケジュールがとんでもないことになるんじゃないですか。そうなんですよね。おかげさまで非常に忙しいですけど、やりがいのある仕事なので楽しくやってます。何人ものドライバーが
さまざまなサーキットやラリーコースを走り、どんどん車を進化させ続けてきたそうです。車の周辺との路面とのこの日は GRMNLS を購入し、納車を待つお客さんを招き、実際に現場を見てもらう取り組みも行われました。そしてこれまでの経緯など、プロドライバーとのトークセッションも。サーキットと街中と、両立できるギリギリのライン、当然サーキットしか考えなければもっと違うやり方もあるんですけど、街中もっと根気よく乗れるギリギリのラインが一つなんじゃないかなっていうふうに現状に。あれの路面の中で参加者からはまたなんか違う、なんかこう実際こんなに多くの人が関わってるんだと思うとすごいもんだなと。買った後にも、もっといい車作りを続けているっていうことに対してはどうですか？どんないい車でも多分1年2年乗るとなんか刺激がなくなる可能性があるなと思ってたので、アフターパーツだったりバージョンアップのために進化続けてるっていうのを聞いたので、より愛着というか、素晴らしいなと。やってみて試行錯誤の中からでしか正解がわからないと思うんで、こういう積み上げなんだなっていうのがすごい分かって、なんかいい買い物をしたな、すげえ早く欲しくなりました。はい。こうした車作りが始まったのは実は結構最近なんです。その最初の車となったのが GR ヤリスです。開発担当として白羽の矢が立ったのは斉藤直彦氏さん。森蔵さんにとにかくもう乗ってもらってアジャイルに開発するっていう手法が生まれました。これがまさに、そのレースに学びましょうって、森蔵さんがモータースポーツに学べっていう一つの転機だったんです。今でももっといい車作りに挑戦し続ける斉藤さんの口癖が、壊していただいてありがとう壊していただきましてありがとう壊してくれてありがとうってどういうこと？ということでスタジオには GR ヤリスの開発担当斉藤直彦チーフエンジニアにお越しいただきました。斉藤さん、よろしくお願いいたします。私斉藤さんとスケジュールを共有させていただいておりまして、結構覗き見してるんですけどほぼ毎日のように、もっといい車作りの現場に行かれてますね。しかも世界中でっていうのもありますけどね。そうですね。おかげさまでそういう開発をさせていただいてます。特に現場に行くと、自分の目で見て自分の手で触って、そこでまた匂いも、とにかく五感を感じて、私たちが今度また設計し直す、メカニックの人とどう直せばいいか、ドライバーとコメントをする、もういわゆる現場で全部終わっちゃう。だからすごく早いですね。だからいつでも現場に行けるように今日もつなぎなんですよね。呼び出しがかかった。いつでもいい線体制。で私も鍛えてる現場何度も取材させていただきましたけれども、結構ですね、部品が壊れる場面にやっぱ遭遇するわけなんですね。壊れるものなんですね。逆に言うと壊していただいてます。そこです、VTR にもありました、壊してくれてありがとうって、壊れた時に斉藤さん笑顔なんです、よほどのド M じゃないかなと思って見てたんですけど違うんですよね。いや M かもしれませんけどなんでその壊してくれてありがとうなんでしょう。そうですね、壊していただくと、私たちこれ大丈夫だと思って作ったものもやっぱりレースの現場、それからさまざまな道、さまざまなドライバーでいろんな評価の仕方をすると想定外のことが起きるんですね。その想定外が貴重なチャンスになって、壊れたらその壊れたのがなぜ壊れたのか、どういう状況で壊れたのか確認することによって、次にもっといい車にするためにこの部品どうしようっていうのをみんなで考えられるきっかけになるので、本当にありがとうございますなんです。でも開発中とはいえですよ、そんなに壊れるものなんですかねっていうぐらい壊れてますよね。そうですね、本当は壊しちゃいけないんですけど、でも壊していただくことである意味
壊れないように作って壊さないように評価したらもうこれ進歩ないんです。そっか。言い方悪いですけど、まあ遠慮してるというか手抜いてるというか、っていうことになっちゃうんですね。ここを超えてもらうことで次のエンジニアリングメカニカルな、チャレンジが生まれる。なので本当にその企画内で作って終わりじゃなくて超えてみようよと。でまた超えて壊れて超えて壊れて超えてって言ってもっと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 いい車作りっていうことなんですね。もう一つ面白いのが、はい。壊れて直すじゃないですか、はなので車がこの状態に少し上がってきます。上がってきます。そうするとこの A という部品が強くなって車のレベルが上がるので、今度私たちが考えてなかった B という部品が壊れるんです。なるほどね。これが面白いところ。やっぱり壊れる話だといい表情しますね。いやいやそのいい表情のままそんなしてます壊れた部品も見せていただいていいですか。もちろんです今日持ってきていただいたんです。はい登場しました。これをわざわざ持ってきていただいた。結構重かったんじゃないですか。重いです。びっくりした。想像以上に重かったです。重いです。こちらがですね、はい例えば先ほどビデオでも出てましたけども、フィンランドではい。実際に森蔵さんが乗った後壊れた部品になります。これアームという部品で、はい簡単に言うとサスペンションの一部でボディとタイヤをこうつなぐ重要な部品なんですけども、ここちょっと見ていただくと分かるんですけども破断しています。こっちの本当だ。はい、こんな形で。もともと開発中の部品で私たちもいろいろな計算しながら壊れないように作っていったんですけども、やっぱり想定外のことが起きてで実際に壊れてます。でこれ壊していただいてありがとうの一つに、お客様にお渡しする前に、この開発した部品が壊れるってことはお客さんにお渡しした時には壊れない。なるほど。はい、これ例えばじゃあ強度を上げるわけですよね。でも強度を上げるからといって分厚くするわけにもいかないじゃないですか。重さとかコストとかにも跳ね返ってくるので、形状で対策できないかとかいろんなことを考えます。はい、深いですね。一つ一つで。そうなんです。はい。ただ単純にね分厚くしてったらどんどん車重くなってしまう。ですよね。はい。そこはもう少し知恵を働かせなきゃいけないところなんですけども、そういう時にも私たち部品が壊れた時の、例えば走行した状態を見てはいるんですけども、実際に部品の近くでこうやってずっと見てるわけにいかないので、部品にどんな傷がついてるかとか、部品にどんな泥がついてるかっていうのもすごく貴重なデータで、消えちゃうといけないのでやっぱり現場で見るっていうのが一番。簡単に言うと少し変な話かもしれないですけど、一つ一つの傷が私たちに語りかけてくれてるっていうか、情報を与えていただいています。もう一つぐらいちょっとそうですね。紹介していただけますか。ですね。衝撃的な部品でいうと、これエンジンの中にある、ピストンと呼ばれる、ものになります。3気筒のエンジンに積んでいるので3本これがあるんですけども、爆発をかけながらエンジンの動力を出ます。でこの、いわゆるピストンがこれパッと見ていただくともう燃えたくっていつも爆発しているものが非常に大きい爆発をして、で実際に隣のピストンなんかこうやって粉々で砕け散っちゃいます。これが2021年の全日本ラリーの初戦新城ラリー、それって公式戦ですよね。公式戦でいきなりスタートしてすぐですね、ボン、はい、デビューした最初のレースで、公式戦で使うってことは自分たちの中ではよし出られるぞっていう状態にしてるわけですよね。はい。それでも2つ原因があったと思ってて、1つ目は私たちちょっと前にスーパー耐久で走っていたので、結構いい感じの状態もそれから悪い失敗も含めていろいろこう繰り返してきたので、いけるだろうと慢心しちゃってました。自信過剰になりやすくて調子乗りやすいのですいません。でやっぱり
でラリーの現場とサーキットの現場はやっぱり走り方が違うし環境も違うっていうことをまざまざと思い知らされましたね。でもそこにやっぱりもう一つはチャレンジしたからこそ失敗があるんですね。チャレンジしないと失敗しないので、壊れないようにもうこれぐらいにしとこうよって言っちゃうと多分その先がもうないので、そういう意味ではすごく記念に残る部品。持ってみていいですか？ですよ、どうぞ。こんなに硬いものが。はい、粉々です。これもこれがこうまあ近いのがこれです。はい。こういうことですか。はい。へえ、こんな割れちゃうもんなんですね。そうなんです。これ絶対手でもちろん割れないんですけど、硬っ。でもう一つさっきA という部品を直して車が進化すると、今度 B が壊れるという、まさにこれがこの B の部品なんですけど、これは何ですか？はい、これはドライブシャフトっていう部品なんですけど、これ中にこうボールベアリングっていうものが入るんですけども、これ私たち通称鳥かごって呼んでます。もともとはこうやってちゃんと鳥かごのようにくっついてて、この中にこの中に入ってるんですね。で、もう本当に GR ヤリスで森蔵さんが運転していた最後の方の車なんですけども、エンジンなんかどんどん進化していってどんどんいわゆる A という部品が直って車が速くなってくるんですね。でそうすると今度は違うところに負荷がかかってくる。それで B が壊れました。ドライブシャフトが。僕もバドミントンやってて、ふくらはぎ肉離れした時にかばってたらこっちの太ももの裏が痛くなったみたいな、そういう状態。ですね。かばっていまいち違う。ちょっと違う。違う。実はですね、この B という部品、本当に森蔵さんが走ってる時に「なんか変だぞ」って言って戻ってこられて見つけていただいたんです。これ実際の話、マスタードライバーって、こういうことなんだなって思ったのがその瞬間で、やっぱりセンサーが鋭いからちょっとおかしいことをパッとこう気づいてエンジニアに伝えていただける、メカニックに伝えてくれる。で実際にやっぱり森蔵さん帰られてで調べていくと壊れてました。これ実際の話とそのまま走ってたら大事故につながりますので、ちょっとおかしいっていうところで気づくっていうマスタードライバーの凄さ。すごいセンサーですね。もう本当に僕ちょっと震えました、あの時は。トヨタ自動車の社長ですよ。来月から会長ですよ。本当ですね。でも、そういうセンサーを持ってマスタードライバーは続けていかれるっていうことですから。面白いな。すごいですね、本当に。本当に。でもこれ、一昔前の私たち、特に GR ヤリスを始めた頃、あんまり正直に言うとですよ、それはちょっとそういう特殊な乗り方してるんで、普通の一般の走り方では、問題ありませんって言っちゃってたんです。正直モータースポーツの世界は、枠外ですいう意識がなかなかそこに踏み込んでいく。でもその意識すら変えていただいたのが森蔵さんがいて、森蔵さんがプロに学べって言ったところの真髄だったんです。技術だけじゃなくて、壊れたらよっしゃやってやるっていう意識改革。実際にそういう意識が今まさに、そのレースの現場にいるエンジニアたちだけではなくて、その後ろで本社で控えて私たちが伝える壊れた情報で一生懸命設計図面を直したり、直った部品を一生懸命工場で組み付ける GR ファクトリーの皆さん、エンジンを作ってる下山工場の皆さん、もうちょっと言うとこういう部品を一生懸命作ってる部品会社で部品を供給いただいてる現場のああいう人たちがどんどん今意識変わってて、
何か僕たちができることはないかっていうすごく前向きなこう雰囲気が最近できてて本当にいいなって。多分みんな車好きだから自動車会社入ってると思うんですよ。で支部品作ってると思うので根底にあるものがなんかこう火ついてどんどん今変わってるような感じがします。はい。これがあるからこそ私たちのところに車が来た時にちゃんと壊れない車になっていい車になっているっていう。そして気持ちいい車になってんじゃないかなと思ってます。もう今ので答えが全部入ってたような気もするんですけど、はい、普通はモータースポーツのために車を完成させていく、鍛えていく、もっといい車作りをしていくって思いきや、モータースポーツを起点としたもっといい車作り、逆転の発想のように思えたんですけど。はい、それは私たちも GR ヤリスをスタートさせる時に森蔵さんがプロに学べと一言、なぜかというと私たち20年ぐらいこういうモータースポーツに使える車をあまり作ってなかったので、私たちも四駆を作ろうと思ったら全くそこに技術もなければ技能もないしどこをどうやって作っていけばいいか分かんなかったのでもう森戸さんがすぐプロに学びなさい。でそこで石浦さん大島さん勝田さんあと勝田貴元選手も最初から入ってるんですけど、でプロのドライバーを学びながら森戸さんもお時間見つけては乗っていただいて繰り返してきましたね。だいぶノウハウは蓄積されたんですか？それから2016年の末からですから、はい、たくさんいただいてます。でも斉藤さんの中でもかなり分かってきた車作り。全然です。全然。全くまだです。まだまだ分からない。20年間やってなかったんですよ。だからそんな数年で分かるものじゃないです。なるほどね。なぜならもう本当にいまだに正直スバルさんの WRX に雪の上とかダートの上で評価しても勝てないんです。深いです。深い。わからない。技術ってやっぱり切っちゃい途中でやめちゃいけないですよね。はい。そんなね。そうなんです。わからないとおっしゃっている斉藤さんにぜひこれご覧いただきたいんですけれども、ぜひ。これはね皆さん驚くのか本当にそうなのかって半信半疑になるかもしれません。車が感情を持っているかもしれないという研究です。じゃあよろしくお願いします。はい。トヨタのもっといい車作りを見学するため筑波サーキットを訪れたのは東京大学大学院の三吉特任准教授。ちょっと癖が強いですがすごい人なんです。匠の作った魂が車に宿る、車に対して人格を感じたりもう生命体になるんじゃないのかなって、それを数値化するのが人工知がと熱く語ってくれましたが一体どういうことなんでしょうか。間違いなくここです。そこで研究室を訪ねてみると。こんにちは。ちょっと待って。おかしいでしょ。今冬です。おはようございます。どうもお久しぶりです。すみません。冬です。おっす。すみません。本当に東大にいるんですね。ありましたね。水谷さんね。よく皆さん来るまで半信半疑ですね。これですもん。でも見てください。こう見るとやっぱさすがね。ちゃんと研究されてる感が。ちゃんとね。すごいですねこれ。何が書いてあるのか全くわからない。最近論文通ったホワイトホール、宇宙のブラックホールの先、ホワイトホールの先を計算し出したのをた時の計算式ですね。論文がちゃんと国際論文取ったんで。めちゃめちゃすごいことですよねそれ。多分そうだと思う。世界的に。あんま世間知らないんで論文出したっけ。そんな三吉さんが取り組んでいるのはレーシングカーの感情を読み取るという研究です。そもそもなんでこの車の感情を見てみようって思ったんですか？
AI が心を持つってできないじゃないですか。じゃあマシンにそれを作ったらどうしようかな、どうできるんだろうということで人工自我っていうことをかなり前にもう30年ぐらい前から言ってたんですけど、でそれがだんだん数学的に分かってきたのでこういうのを作ってて、でそのメカニズムを再現してみよう。レーシングカーにはセンサーが取り付けられていて、タイヤの動きやエンジンの温度など車の状態を CAN と呼ばれる情報でリアルタイムに知ることができます。その CAN 情報を独自のアルゴリズムに置き換え、車の感情を疑似的に表現するんだそうです。CAN 情報をホルモンに変えちゃうんです、疑似的なホルモンに変えて、それが変化することによって感情が生まれるっていうアルゴリズムを作ってて、でそれがキャラクターとして顔の表情に出たりとか、あとホルモンの状態が胸のレバーに出る。だからまだこれレーシングカーが出てないんで、早く行きたいなと、早く行きたいっていう気持ちが本能が動いてるという状況になります。この研究はトヨタモビリティ基金でも評価され、さまざまなサーキットで実証実験が行われました。モビリティ機器についてはこちらの動画もぜひご覧ください。そしてレースでの実験ですごいことが見えてきたというんです。タイムレコードを取ったり、あとポールポジションを取った車だけ特別な反応が出るんですよ。それがこちら、感情を示す丸い円を見てください。しばらくすると全ての感情が消えて真っ白の状態に。すると最高スピード安定しています。ラップタイムを更新。最後の最後で宮谷友からトップを取ります。レーシングカーとドライバーが一体化することで、レーシングカーの感情が真っ白に消えてしまったといいます。そしてその回数が多いほどいいタイムが出たというんです。すなわち人間でいうと、感情の高まり、そういう状況にマシンもなっていって、感情が消えちゃうんですよ。その回数が増えるとタイムが上がってるんですよね。ということはメカニックの人とか職人の人たちが頑張って作ったマシンは、チャンピオンになるようなマシンはレーサーとシンクロしていて、そのシンクロが高くなるとこう能力以上のことを出す。エヴァンゲリオンって漫画があったじゃないですか、映画が。まさにあれのマシンと同じような状況が起きてたんですね。一体化してるっていうフォーミュラーマシンの中で。こうした現象が起こる理由はまだ分かっておらず、今も研究を続けています。三吉さんの研究について斉藤さんからは、森蔵さんがね、今取り組まれてるのはまさに車との対話なんですよ。メカニックがどれだけこの車に改善していくっていうのをやればやるほど車が喜ぶし、ドライバーが気持ちよく車と走る、それが多分シンクロしていく、そんなのが一緒だった。違うベクトルから同じところを目指してるっていうのがすごい、全く見てるところが同じだった。やりがいありますね、これからも。やりがいいやだから今いい話で終わろうとしてるんですけどね。ね、それヤドカリでしょ。そうだ、やる。面白い先生なんですけどね。でもさっき私も言いましたけれども、現場で車と対話していて、三吉さんは数学を通して対話をしていて、目指すところは一緒。ここでどういう感想を持たれました？最初理解するのに少し時間かかったんですけども、話を聞いていけば聞いていくほど、森戸さんがよく対話をするって言ってるんですけど、ある意味擬人化って三吉さんが言ってましたけど、私たちもすごくその愛のつく工業製品は車だけだっていうこともあって、すごく生き物として接していることが、僕たちとなんか考え方一緒だなと思って、私たち車見てるとドライバーが安心して踏んでいって楽しく走行してるのを見ると、車の表情がなんか笑ってるように見えるんですよ。
これ面白い。やっぱり車が躍動してるんですよね。はいはい。気持ちよく走ってる時、で気持ちよく走れない時はちょっと車がやっぱり辛そうにしてるんです。なので森蔵さんがこう車との対話ってそういうことなのかなってなんとなく最近感じることができるようになってきて、まだまだ分かんないことたくさんなんですけど、車が感情を持ってる面白いことやってる人いるなって思った後に斉藤さんが実際に GR ヤリスの前に座って対話してる姿を見たんですよ。隠し撮りしてた。隠し撮りしました。こちらの写真なんですけど、その姿を見て2人ちょっと話してみたらどうなるんだろうと思って来ていただいて、一緒にこう会話してみていただいたらやっぱり共通のものがあって、それが私たちがその森蔵さんが言っていた愛車っていう言葉につながっているっていうのがものすごくこう面白いですね。光代さんのまたこれからどんどんご相談をさせていただきますけども、私たちが感じているもの、それからメカニックさんたちが感じているもの、それから森蔵さんが言っている対話っていうのがなんか慌てロジカルに見えるようになると、より一層もっといい車作りにつながるんじゃないかなってちょっと感じました。じゃあ光代さんの研究が進んでいくと、斉藤さん現場の人たち、もっといい車作りをずっと挑戦している人たちとコラボして、さらにもっといい車に発展するかもしれない。なと。面白い。技術って終わりがないんです。いい顔しますね。いやそんな。これまでね、いろいろ取材をしてきたり、お話を聞いてきましたけども、分かったことがあります。斉藤さんは車と結婚してます。大好きでしょ。見てください。結婚指輪じゃなくて絆創膏ですよ。これね、ここに証拠があります。昨日怪我しました。ね、こういうのを続けてるからこそいい車ができていくっていうことが分かりました。いや、おっちょこちょいなだけです。すみません、まだまだ本当に。世界のトヨタの仲間から最新情報をお伝えするワールドトヨタニュース。今回は皆さんはレクサスデザインアワードってご存知ですか？レクサスが豊かな社会とより良い未来の創造を目指し、次世代のクリエイターを支援育成するために続けている国際デザインコンペティションです。11回目を迎える今年度もジャッジたちによる厳正な審査の上、2068の応募の中から4組の受賞者とその作品が選出されました。FOGX は空気中の霧を集め、1日に10リットルもの水を確保できるモバイルデバイスです。水不足の問題を抱える地域に大きな希望をもたらす作品と高い評価を得ました。電力を使わないサスティナブルな加湿器。素材には不必要になったセラミックが使われていて、 3D プリンターで作られた表面積の大きい形状が高い吸水性を実現しました。タッチ・ザ・バレーは視覚障害のある人が触れた感覚を楽しみながら地形などを学べる 3D パズル。触った感覚などからその地域のスケールや雄大な自然環境をもイメージすることができます。ゼロバックは水溶性プラスチックに紙状の洗剤を組み合わせた新しい衣服に使うパッケージ。新しい服を入れたまま洗濯をするとパッケージは溶けてなくなり、プラスチックごみを減らすだけでなく化学物質を洗い流すこともできるんです。いかがですか？どれもより良い未来のためというテーマにぴったりのアイディアあふれる作品ばかりですよね。これらを生み出した4組の皆さんは実は受賞して終わりではないんです。トヨタのデザイン部門のトップで審査員も務めるサイモンさんに伺いました。Usually when you have a design competition, people submit their ideas, you pick the winner, you give them a prize, and it's all finished. But our program is completely different. So what happens is that these 4 winners
will receive mentorship program. Yeah. これで終わりじゃないんだ。 Yeah. Yeah. So it's not. メンターとは助言者指導者という意味。4組の受賞者たちはプロジェクトの費用支援のほか、作品をより高いレベルまで磨き上げられるよう今後3ヶ月間世界のトップクリエイターたちのアドバイスを受けることができるんです。車のことに限らないやっぱり全体のことを考えてるっていうことですね。 Well, the biggest influence that we hope for is simply that people will take an interest in the value of creativity. You know, everything that we're doing, you know, from a design point of view, everything that I do every day in my job is very, very simple. It's just to make a better future, you know? レクサスデザインアワード、受賞した4つの作品はいかにブラッシュアップされるんでしょうか。本当に楽しみですね。もっといい車作りって考えると、はい、デザインもその一部なんじゃないかなとはい、そうだと思思うんですけど、はい、チーフエンジニアにとってデザインっていうのは、はい、まさにこれ GR ヤリスを開発するときにいろいろ学ばさせていただいたのが、デザイナーがまず気持ちよく描ける準備をすることがデザインが良くなっていくんだなっていうのを一つ気づいたんですけど、もう一つ実は空力、風の流れをちゃんと良くすることで車の性能良くなったり、車がぶつかっても壊れにくいデザインだったり、デザイン一つ一つに機能が埋め込まれていて、もうこれかっこいいかわいいだけじゃなくて、機能とちゃんと結びついてる、でそれがイコールでも機能美かっこいいにつながるんですね、なので本当にすごく相関してるなって感じました。はい、しかもこうやって次世代のクリエイターを育成支援していけば、より斉藤さんが将来こういう車作ろうって言った時に、そういったクリエイターたちが活躍する場ができるかもしれないですね。本当にそのもう一つ一つのデザインにその意味が入ってたので、皆さんいいと思う、絶対いいデザインになると思います。はい、はい、今回受賞した4組の作品はですね、4月17日から23日までミラノデザインウィークというのがイタリア・ミラノで開かれるんですが、そちらに出展されることになっています。斉藤さん、はい、今日はいろいろな面からお話を伺いました。ありがとうございました。また取材させてください。もちろんです。いい車作り、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。